こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイやっていこうと思います。前回、ポセイダルルートが最終回を迎えましたので、今回からは別ルート、地上編と DC ルートをやっていこうと思います。ということで簡単に縛り内容のおさらい。固有技能持ちパイロット、スーパー系、魔装機神系の禁止。あとはざっくり見てください。ということでこれまで進めてきましたが、地上編をやるにあたって、問題があります。使用可能メンバーのほとんどが宇宙に行ってしまうため、使用できるキャラがこの5人しかいないという、変えようのない現実です。しかもうち2人は戦艦なので基本はどちらかのみの出撃、1人はそのサブパイロットですね。つまり、基本的に使えるキャラはエレ様、レイン、シュバルツの3人のみってことになります。さすがにこのメンツで地上編をクリアすることができないのは、以前の打ち上げステージで理解しているので、少々手を加えさせていただきたいと思います。ということで今回、修理、精神コマンドのみ使用かとして、以下の2人を使用します。要するにダイアナンエースとビューナスエースです。とにかく HP の回復手段がないので、それを補うためですね。ちなみにこの2人がいないと地上編がどうなるのかは、右上のサムネの動画を見ていただければわかるかと思います。もちろんこの地上編の間のみでの使用となります。その他、色々無茶のある戦力なので、たた例外的な部分があるかと思いますが、ご了承お願いします。主になんとか新東京市とか。ということでこの2人を加え、地上編、早速スタートです。ということで宇宙、地上編の分岐シナリオ直前のクリアデータです。第59話、異質なるものへの挽回までクリアしてるデータですね。ティターンズにとどめを刺し、ダンバイン勢の史上ごちゃ混ぜ決戦ステージクリア後ですね。もちろんまだ2回行動は誰もできません。ということで使用可能キャラは先ほど言った通り、レイン、シュバルツ、エレ様、ジャム、そしてジュンとサヤカ、あと一応シーラ様ですね。みんな加入時のレベルのままなので、完結編加入のジュンさんはレベルが高めです。ということでまずは改造です。とにかくまともに戦闘ができるのはレインとシュバルツの2人だけなので、最大火力武装以外の主力武装を改造します。特にライジングガンダムはこの地上編を戦う上での要。しっかりとライジングアロー以外でも戦闘してもらうぞ。そして戦力となるゴラオンも改造。武器のオーラの馬砲はすでに5段階改造済みですが、ユニット性能の方も改造しておきます。完結編からの思考ルーチン上狙われることがありませんでしたが、今後はそういうわけにもいかなくなるでしょうからね。そしてライジングガンダム。どうせ必殺必中するからと運動性は改造してませんでしたが、必中する余裕が基本ないと思われるので、運動性も改造です。そして主力となるシュピーゲル。レイン、エレ様ともに火力に不安しかないので、いかにシュバルツで戦えるかどうかが肝になるでしょう。そして修理精神コマンド枠のビューナス。このゲームの敵の思考ルーチンの使用上、HP の少なさと走行値が低い時キャラを狙ってくるので、極力狙われないように HP と走行を改造します。ダイアナンも同様です。そして強化パーツです。他に強化パーツを割く必要がないので、これでもかとばかりにいい強化パーツで持ってます。ただしシュピーゲルはミノフスキークラフトが必須なので、控えめです。そしてこのステージではないですが、ここが付けれる最後なのでエヴァンゲリオンにも付けておきます。ちなみにカットしてますが、きっちりとボンに売り払われないように乗り換えはしています。以前にやってるシナリオなので会話はぶっ飛ばしていきます。
ということで地上を選択だ。出撃機体はレーン、シュバルツ、ジュン、サヤカ、以上。チャップマンさんの言う通り、慌てる必要がどこにもない戦力です。ということで以前同様まずは前進しましょう。打ち上げ基地近くで戦うと侵入される可能性が高くなるので、打ち上げが終わるまでは離れて戦いたいです。そして無謀な戦闘を繰り返す兵士たち。こっちの気力が下がるだけだから撤退してほしいものです。これまでだ。当たったか。シュバルツ23さすがのクリティカル率と火力です。けど被弾は避けられないので、都度修理しましょう。ロマさんがいないので相変わらずセリフなしに出てくる黒騎士さん。ちなみにこのステージではチャムは勝手にロマさんについていってるので、ゴラオンには乗ってません。こいつ当てやがった。敵の気力が上がるだけなのでやめてください。なんでまだ2機残ってるんでしょうね。なぜかしぶとい連邦軍。ようやく一騎撃墜です。気が遠くなります。行くわよ。必殺必中ライジングアロー。甘いな。これでどうだ。まだよ。まだこれから。幸先の悪いスタートです。でもいい命中率ではあったので、ガラバにはバンバン撃っていきたいですね。というか撃っていかないと処理がどう考えても間に合わない。はめるな。その程度では私はやられん。ひとまずガラバの攻撃は防御すれば1000程度のダメージで済むので、数を減らすまでは防御と修理で耐えていきましょう。一般兵のガラバは早めに落としてしまいたいです。スピーゲルも一般兵のガラバには当てれそうです。修理しやすいようにあまり離れない位置で攻撃しましょう。この程度で行くぞ。その程度では私はやられん。当てさえすればいいダメージが出ます。この感じ懐かしいですね。終盤はみんな当たるけど効かないだったから。レインさんはここでガラバに攻撃すると回復が間に合わなくなるので、反撃されないスパルタンに攻撃です。ライジングアローの弾数の関係で、レインさんの気力が上がる日は来るんですかね。さやかさんのレベルがめっちゃ低いので、修理で全然回復しません。そういえば回復量はレベル依存でしたね。ということで毒ウガが来ました。この人たちは動き出しが遅いので、放置で大丈夫です。やらせん。よくぞこの私に当てた。そらやられただぞ。決死の反撃でガラバを一体撃墜。残りは防御すれば耐えれるでしょう。
ゲルが海に入っていて攻撃力が下がるからか、こっちを狙ってきましたね。さやかさんとじゅんさんが狙われると、反撃できない上に修理する必要が出てきてしまうから、できる限り避けたい。シュバルツの HP と位置を調整して狙われないようにしたいです。ここらで引導を渡してくれるわ。スルムドランク未熟未熟。クリティカルしなかったので、倒せはしませんでした。それでもいい攻撃力です。そしてレインさんは慢性的火力不足。そもそもの攻撃力が低すぎるので、仕方ないところはある。各砲座撃て。意外と命中率あったから撃ってみたけど、当たりませんでしたね。当たったところでいくつ効くんだって感じでしょうが。ちなみに使用可能機体数の都合上、時ターンは基本短く敵ターンが長くなるので、カットはこれまでより多めです。とりあえず打ち上げ基地に向かってるメカザウルスシグを止めたい。爪だけにですか。黙りなさい。どうやらこのステージは積極的に攻撃してくる敵と打ち上げ基地侵入を目的に動く敵がいるみたいですね。打ち上げ基地に向かう敵は厄介この上ないので、早めに処理しておかないといけませんね。ギリギリセーフ。ゴッドガンダムがいなかったらアウトでしたね。打ち上げが完了しました。ここで終わったのが宇宙編、続くのが地上編です。ひとまず敗北条件から基地の侵入がなくなるので、待機させておいた部隊は全撤収し、各機を基地まで下がらせます。これでようやく基地の規定適正を受けることができますね。打ち上げ基地はいつもの基地と違い、HP 回復もついてる優れものです。これならさやかさんの足りない回復量でも間に合うかな。微妙ですね。ということで引きこもりの攻防戦開始です。レインさんは基地に引きこもりながら射撃戦です。まあ倒せないんですがね。シュバルツは基地にこもりながら戦うことができないので、敵に突撃させましょう。さすがにガラバには当たらないものの、機械銃に当てたので十分です。必中は大事にしていかないといけませんからね。アレンビーが出てきました。バーサーカーアレンビーは地上編でしか見ることのできないレア敵。
というよりも R&B 自体が地上編を通らないとギアなコーチでちょっと出てきただけの空気。さらっと2回行動してくる R&B さんよ。レインといい、R&B といい、カトルといい、暴走なりしたら強くなりすぎではないでしょうか。ということで敵が基地周辺に群がってきました。だいぶ固まってるので、ここは殿下の宝刀、オーラの馬宝だ。今回はガラバに当てるためにも必中を使うぜ。ということで程よく減らせました。ジェノバのライフルが痛いので、なるべく早めに仕留めたいところではある。とりあえず手近の敵から撃墜。ライジングガンダムは射程が長いイメージだけど、ライジングアローを除くと4までしか届かないという。そしてライジングアローは相変わらずの弾数。死ねえ。いい腕だ。だが爪が甘いぞ。さあなんか色々やってきました。お世辞にもデビルガンダム四天王は強いと言えないけど、こっちの戦力が少なすぎるので十分に脅威です。この凄まじいパワー、ただものではないな。当たるもんですか。あっぶねー。この猛攻を地上じゃなくて耐えるのはさすがに厳しいか。ミケロの攻撃が予想以上に痛かったのが効いてるな。攻撃力だけはありますね。他の機体性能はひどいものですがね。さて、シュバルツの HP を回復させたいが、ゴラオン込みで四方を囲まれているので、ここは精神コマンドで少しだけ回復だ。ついでにグランガランに対比していたドモンさんで R&B を説得しておきました。仲間になるための条件がランタオ島だけだったかどうかよく覚えてなかったので、一応。さあそして凄まじい巻き込み方で一気に削りました。というか R&B ペラペラだな。これならすぐに落とせそうですね。はい無理無理。そりゃレベル12じゃ無理ですわ。こうなるとレインとシュバルツの2人の分しか倒せないが、ビームマシンガンが絶妙に R&B に届かないこの貴重な弾数が行くわよ。必殺必中ライジングアロということで R&B を撃墜。数回行動で動き回られるのはさすがに危険なので、優先的に撃墜だ。次は無駄に攻撃力の高い鳥。ここらで引導を渡してくれるわ。スルムドランクミケロ撃墜。HP いくつあるのかわからなかったから念のためひらめきもかけたけど、無駄だったな。この消費が響かないといいけど。ということで、長くなったので今回はここまでです。自キャラが少なすぎる関係で、どうやってもプレイが長くなってしまう。続きはすぐにあげるので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。